車椅子には折りたたんで収納できるタイプの車椅子と、折りたたむことのできない固定式の車椅子というのがあります。日本国内では圧倒的に折りたたみ式の車椅子に乗っている人が多いとは思うんですが、アメリカやヨーロッパでは固定式の車椅子を乗っている人が多いと聞いています。それぞれメリット、デメリットというのがあって、一概にどちらがいいとは言えないと思うので、初めて車椅子を購入する方とかは、自分に合ったものがどっちなのか悩むこともあるのかなと思います。僕の場合は以前は折りたたみ式の車椅子に乗っていたんですが、現在は固定式の車椅子に乗っています。そこで今回は僕がこれまでに折りたたみ式の車椅子と固定式の車椅子それぞれ乗ってきた中で感じた、それぞれのメリットとデメリットというのを考えてみたので、それを紹介していきたいなと思います。これから車椅子の購入を考えている方は、もしよかったら参考にしてみてください。まずは折りたたみ式車椅子のメリットについてですが、それは大きく2つあるかなと思っています。まず1つ目は当たり前ですが折りたたむことができるので、収納が簡単なのがメリットなのかなと思っています。車に積み込む時であったり、その他交通機関を使う時などに、車椅子を収納しなければいけない時というのがたびたび出てきます。そんな時に折りたたみ式の車椅子だと分解することもなくて、簡単に場所を取らずに収納することができるのかなと思います。そして2つ目のメリットは選べる種類の多さなのかなと思ってます。国内では固定式の車椅子よりも折りたたみ式の車椅子の方が圧倒的に種類が多くて、多くのメーカーの多くのモデルの中から自分の好きなものを選ぶことができるかなと思います。続いて逆に折りたたみ車椅子のデメリットは何なのかというと、正直特に大きなデメリットはないのかなと思ってます。固定式の車椅子と比べると、劣っている部分というのはあるかなとは思うんですが、折りたたみ車椅子だからといって、それでデメリットに当たる部分はないのかなと個人的には思います。ただ僕が折りたたみ車椅子に乗っていて、ちょっと微妙だなと思っていたことはデザインの部分で、折りたたみ車椅子の場合はどうしても折りたたむためにフレームが複雑になりがちなのかなと思ってます。僕はシンプルなデザインが好きなので、そこに不満を感じてました。一方で固定式の車椅子というのは、比較的フレームがシンプルなものが多いので、そういった理由もあって現在僕は固定式の車椅子に乗ってます。ということが折りたたみの車椅子に関することになります。続いては固定式車椅子に関することになります。僕が固定式の車椅子に乗っていて感じているメリットというのは大きく3つあります。1つ目は乗り心地で、固定式の車椅子は、一度漕いだ時に、折りたたみ車椅子と比べるとより遠くに進むような、そんな感覚があります。これは平坦な場所で比べるとおそらく分かりやすくなると思うんですが、固定式の車椅子は一度漕ぐと、極端に言うとどこまでも転がっていくような、そんな感覚で、折りたたみの場合はそれより早く止まってしまうかなと感じています。これは折りたたみの車椅子の場合はどうしても複雑な構造になってしまうので、抵抗になってしまう部分ができてくるのかなと思っていて、逆に固定式はシンプルな構造なので、抵抗になる部分が少なくて、少しの力でより遠くにいけるのかなと感じています。そして2つ目の固定式車椅子のメリットは、デザインがシンプルでかっこいいということです。何がかっこいいかっていう風に感じるのは、個人差があるとは思うんですが、僕個人としてはシンプルなものが好きなので、固定式のシンプルな構造が気に入っています。特に海外製の固定式車椅子はシンプルで無駄のないデザインが多いのかなと思ってます。そしてそういったシンプルな構造にすることによって、固定式の車椅子は重さが軽いのも特徴なのかなと思っています。そして3つ目の固定式車椅子のメリットは、構造上合成強度というのがあって、フレームが壊れにくいということです。だから体重が重い欧米の人たちは頑丈な固定式のものを好むのかなと思ってます。
ただ極端に体重が重かったり、激しい使い方をしない限りは、フレームが折れるってことはなかなかないと思うので、折りたたみ車椅子だからといって、比較すると違いはあるとは思うんですが、普段使っている分にはそれが大きな違いにはならないのかなと、個人的には感じてます。車椅子はフレームだけではなくて、前輪、後輪、背もたれ、ブレーキなど、いろいろなパーツでできているので、そういうところもしっかりとメンテナンスしていかないと、固定式車椅子であれ、折りたたみ車椅子であれ、どちらも壊れることはあるのかなと個人的には感じています。逆に固定式車椅子のデメリットは何があるのかというと、それは大きく2つあります。まず1つ目は収納が面倒なことです。車に積み込んだりするときに折りたたむことができない固定式の車椅子は、基本的には車輪を外して分解してから、積み込む必要があります。僕は普段車に乗っていて、自分で車椅子を車に積み込んでいるんですが、折りたたみ車椅子の頃と比べると、その積み込む時間が 1.5 倍から2倍くらいかかっているように感じています。ただ慣れればそれが当たり前になるので、その理由だけでやっぱり折りたたみ式の車椅子がいいというふうには思っていません。そして2つ目のデメリットは、海外製の固定式車椅子は値段が高いということです。国内製の固定式車椅子はそこまで値段は変わらないとは思うんですが、海外製は値段が 1.5 倍以上はするかなと思います。固定式の車椅子に乗るなら、海外製の固定式車椅子もどうしても視野に入ってきて、デザインがかっこいいものが多いので、どうしてもそっちに目移りするんじゃないかなと思います。ということで、以上のメリット、デメリットをもとに、折りたたみ車椅子と固定式車椅子を比較してみるとこんな感じになります。収納時の手軽さはもちろん折りたたみ車椅子の方が有利で、そして選べる種類の多さも国内メーカーで多く取り扱っている折りたたみ車椅子の方が有利なのかなと思ってます。価格に関しては、国内メーカーのものはさほど変わらないかなと思うんですが、海外製の固定式車椅子を買おうとすると、費用が多くかかってくるのかなと思ってます。一方、構造上乗り心地や剛性などを考えると、固定式車椅子の方が有利で、そしてシンプルなものを好むのであれば、デザインも固定式のものが有利なのかなと思っています。最後に個人的な意見を言うと、コスパがいいのは折りたたみ車椅子なんじゃないかなと感じてます。ただ、車椅子を自分の体の一部と考えて、費用はかかるんだけど、よりいいものを選ぼうとすると、固定式の車椅子になってくるのかなと、個人的には思っていて、そういった理由で僕も、以前は折りたたみ車椅子だったんですが、現在は固定式の車椅子に乗っています。ということで今回の内容が少しでも参考になれば嬉しいです。といった感じで今回の動画は以上になります。この動画の感想をぜひコメント欄に書いてリアクションしていただけると嬉しいです。それではこれで終わりたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。